はい、こんにちは。パゾライトです。リリースからだいたい3ヶ月経ちましたが、皆様聞いてくれましたでしょうか？ちょっと遅くなりましたけども、ハートウィークデバッグのライナーノーツとなりますので、ぜひ聞いてください。今まではテキストでライナーノーツを公開していたんですけども、意外と文字ってながら消費ができなかったり、慣れていないと読むのに気合が必要だったりと、ちょっと抵抗ある人もいるのかなと思いましたので、今回はオーディオコメンタリーみたいな形で公開することにしました。ただこの時点でもうわかると思うんですけど、滑舌あんま良くないので、同じ内容をテキストでノートにも公開しますので、普通に文章で読みたいですとか、自分のペースで読みたいっていう人は概要欄に貼っておきますので、そちらからぜひお願いします。内容はどちらもほぼほぼ同じだとは思うんですけども、僕自身結構古いインターネットの人間なので、テキストの方がふざけてるのかなって感じにはなると思います。そんなことはさておき、早速やっていきましょうか。まず全体的なテーマなんですけども、前作のリファクタリングトラベルの時も言ったんですけども、僕とパズライトはですね、アルバムを2枚1組という形式でリリースしております。今回のパターンで言いますと、リファクタリングトラベルが5枚目で、ハートエイクデバッグが 5.5 枚目みたいな感じですね。理由はいろいろあるんですけども、主にその時ですね、ソロアルバムに入れたい曲が多すぎるからなんですね。もちろん音ゲー曲のロングをいっぱい入れたいっていうのもありますけど、書き下ろしでこういう曲を作りたいというのも結構いろいろあるわけですね。全部入れようってなるとアルバムの制作期間伸びちゃいますし、まとまりもあまり良くないのかなといった感じになっちゃいますね。なのでこのような形に落ち着きました。で、リファクタリングトラベルは明るい曲がメインで、対してハートエイクデバッグは暗い曲がメインになっております。もちろんグッドナイトバッドラックとか、ビッグヘッドバンギングみたいな例外もあるんですけども、そこら辺は意図的にやっておりますので、そういうものって思ってください。2020年はなぜか明るい曲を書く機会が多かったので、ハートエイクデバッグここぞとばかりに暗い曲をたくさんかけて楽しかったです。次に各曲の解説をしていこうと思います。まずは1曲目の、イントロと2曲目のメストアップグラビティ、これは2つで1つと言いますか、これを1つの曲として先行で2020の春にリリースしておりました。サイケとハードコアを合わせた感じですと、ハードテックとかいろんなジャンルがあると思うんですけども、そういうサイケとハードコアの融合を僕がしたらどうなるかっていうのを試した結果がこちらですね。でこういった融合ジャンルを作るときに、既存のサイケプラスハードコアのジャンル、例えばハイテックですとか、先ほど挙げたハードテックとかですね、そういったものを聞いたかと言われると、実はあまり聞かず、インフェクテッドマッシュルームとかブリスといったいわゆるサイケのアーティストの曲をよく聞いてましたね。今挙げたインフェクやブリスがサイケかと言われると、サイケじゃなくてジャンルインフェクテッドマッシュルームになるとは思うんですけども、ざっくばらんにサイケを聞いておりましたっていうのもあって、結局ジャンルとしては結局とパドライトっていうジャンルになったのかなという感じではありますね。そういう意味ではある意味パドライトらしいトラックだなと思います。次3曲目、テンペスティッシモです。2020年に出した中でも一番ひときわ問題児と言いますか、やべえやつだったはずなんですけど、気がつくと BPM=RT とかハードコアシンドロームとか、いろんな意味でやばいトラック結構作っちゃいましたからね。なんなら今年入ってサードタイムアンラッキーとか作っちゃってるので、知らず知らずのうちに作りマシーンになっている可能性はあります。音ゲーの難易度っていう純粋な意味では一番の問題児だったかもしれません。そもそものオーダーが暗いボス曲というのもあったんですけど、割と昔ながらのトパゾライトみたいな感じが強いですね。メインのメロディーのコード進行を聞くと、うわートパゾライトだーって感じがすごくします。
だいたい2010年代の中盤ぐらいまでこのコードを好きでよく使ってたんですが、さすがに使いすぎかなってちょっと減ってきたんですね。それこそパッと思いつくだけでも思いつかんな、意外と。そんな感じで使ってたんですけども、そういえば最近使ってないなっていうのも思ったんで、満を持して使いました。これがフックになったわけじゃないんですけども、最近また再燃してきたのでちょいちょい使ってはいます。そんな感じで昔ながらのトパゾライト要素が結構あったんですけども、全部そうかと言われるとちょいちょい最近っぽい感じも入れております。もちろんアーケアというゲームに収録される曲なので、ゲームの譜面にした時に盛り上がりやすいようにした部分は結果的に最近っぽいかなという感じはあります。で今回アルバムに収録したそのアンカットエディションはですね、あえてそのギミック部分を裏切る展開にした以外は割と正統派かなと思ってます。そもそも僕がそんな変なあまり奇をてらったものを作らないっていうものはあるかもしれませんが、それを踏まえた上でも割と順当なアンカットかなという印象ですね。4曲目やけにインザレインですね。曲名のリファクタリングトラベルなんかはそれこそ星野源さんのハローソングですとか、地獄でなぜ悪いあたりをハードコアにしたらテーマだったんですけども、そんな感じで最近〇〇がハードコアを作ったらというのをテーマに曲を作ることが多いですね。でこれが何をテーマにしたかというと、ズバリ米津玄師さんのリスペクトはだいぶありますね。アルバムによってというか活動時期によって結構アウトプットに変化がある方なんですけども、割と最近のストレイシープの曲ですとかそのあたりを意識しております。なのでどの曲を参考にしたかみたいのはよく聞けば分かる人は分かるかもしれませんね。で今回歌ってもらったボーカルが小林渡さんです。男性ボーカル曲作るのすごい久々と言いますか、多分 CHS からのリリースですと初めてだった気がします。ないですね。小林渡さん最近はアルバム出したりですとか、ビバラロックへの出演決まったりですとか、めちゃめちゃすごい人になってますよね。いや、なんで OK 入れたんでしょうね。いやびっくりです。で、MV は鋭利な刃物さんですね。この人もなんで OK 入れたんって感じではあるんですけども、出ちゃいました。トパゾライトの曲って割と情報過多な部分といいますか、情報を詰め込みがちなところもありますので、そこに映像をつけようとするとめちゃめちゃ大変な気がするんですね。もう作る方も大変でしょうし、できたものを公開して見る視聴者の方ももう疲れちゃうみたいな。いやそれを踏まえてある意味無茶ぶりとも取れるお願いをしたんですけど、完全に杞憂でしたね。僕の曲って割とキャッチーさとやべえ感じが合わさってると思うんですけど、それを見事に映像で表現していただいて、いやすごかったです。この場を借りてお二方にはお礼申し上げます。ありがとうございました。いや気がついたら結構長くなってきましたね。これ編集するとき絶望しそう。はい、5曲目です。ドロップアウト。ハイパーポップっていうジャンルがありまして、だいたい去年の秋頃から僕が結構好きで聴いてるんですけども、その影響がちょっと現れてますね。チャーリー XCX とかドリアン・エレクトラとかそこら辺を意識してます。ただそもそも暗くて遅い曲を作ろうっていうのが元にあったので、結果的にアウトプットはそんなにハイパーポップじゃなかったですね。いずれちゃんとしたものを作りたいなとは思うんですけど、割と曲以外の部分でもそのジャンルを形成している部分があるので、できたらって感じですかね。6曲目許してのアンカットエディションです。いや音劇に入ったのが2018年、2年以上前なのでもはや懐かしいですね。もともとのオーダーがですね、コミカルかつダークなボス曲だったので、ボス感はあるもののそこまでですね重々しい感じではなく、割とキャッチーめに作りました。なのでインストなんですけども A、B、サビっていう歌物に近いですね、構成としては。で僕がボス曲を担当する場合ですね、曲調は何パターンかあるんですけども、こういうキャッチーな感じだといい感じにかませ犬っぽくていいですよね。
この許してが出た直後のアップデで真のボスというかやべえやつが出たのもあってうまいこと噛み合った感じがしますね。グルコスのボス曲3種、それこそマリーミーですとか GNB ですとか、あとサードタイマーラッキーですとか、そこら辺もこっちの曲調ですけども、なんというかあっちは別の方向へ行っちゃったので、あれはあれで裏ボス感あっていいんじゃないですかね。であとタイトルの「許して」なんですけども、これはですね、締め切りを破っちゃいました許してねではなくて、プレイした人が思わずもう無理です許してって言いたくなるような曲という意味でつけております。結果的にそのポジションは別の曲だったりリーフさんのリミックスに明け渡してるので、そういう意味でもかませ犬感が出てる感じですね。いやー、正直僕の曲中ボスの方が合ってる説はちょっとありますよ。散々ボス曲書いといてそれ言うなやって話ではありますけどね。どっちも作ること自体は楽しいです。次行きましょう。7曲目、破れかぶれ。結構制作期間の中でも後半の方に作った曲ですね。制作も終盤になって改めて収録曲を眺めてるとくっそ早い曲ばっかだなということに気づきまして、そんなに速くない曲もう入れておきたいということで作りました。いやー、これ完全に音ゲーマー基準ですよね。我々 BPM1000 いかんと遅いって言い出しますからね。僕的にも少し懐かしい感じというか、なんとなくアンサーフロム X ガールズに入ってるような曲調だなって思ってます。それこそハイパレードとかこういう曲調ではありますけど、アルバム曲となると珍しいかもしれないです。 DJ でかけるといい感じになりそうというか盛り上がりそうなんで、ぜひかけたくはありますね。今そのイベント自体がねちょっと難しいんで、機会があればって感じでお願いします。曲調的にもアルバム的にもここを転換点として少しずつ雰囲気が変わっていくことになります。それに合わせて、曲調も暗い一辺倒から少しずつ光が差すというか明るい感じにはなっていきます。割と最近のトパゾアルバムあるあるって感じはあります。いやー、昔は永遠に下がり続けるアルバムとかね作ってたんですけど、それこそポンコツのディスク2とかそんな感じですよね。機会があればそういうリスナーに寄り添わないアルバムを作りたいなとはちょっと思ってます。もしかしたら今年急にめちゃめちゃ暗い EP とか出すかもしんないんで、もしそういうの出してたら急にめちゃめちゃに暗い EP を出したかったんだなって思っといてください。はい、次8曲目、オーバーカムミーです。ザッとパゾって感じですよね。さっきもザッとパゾって言った気がしますけど、これもザッとパゾです。皆さんそれぞれが思うザッとパゾっていろいろあると思うんですけど、トパゾが思うザッとパゾって感じのはこれ系ですかね。それこそアルバム収録曲で許してとかすでにあったんですけども、書き下ろしでこういうのを一つは入れたかったんで収録されてます。2020年振り返るとあまりハロウィンっぽい曲って書いてなかったですしね。広い意味でハロウィンっぽいのはいくつかありましたけども、それを言い出すと全部ハロウィンっぽいになっちゃうのでやめましょう。それはそんななかったです。2020年振り返りついでに言うんですけども、割とキック頑張りイヤーだったなって思います。カンサビとかドッグバイトとか花ビジョンとかムードブレーカーとか、あとデストルードとかですね、思いつくままにあげましたけども、こんだけあります。いやー、頑張りイヤーでしたね。そんな頑張りイヤーに作った曲の中でも結構お気に入りキックになったので、この曲のキックがまたどこかで使いたいですね。もしかしたら同じキックを使った曲がですねすぐに出るかもしれませんし、一生手ねかもしれません。期待せずに待っててください。それだけじゃなくてこの曲はですね2020の中でもだいぶお気に入り度が高いですね。やっぱりどうしてもアルバム曲って気合が入りがちな上にですね、自分の中でも挑戦することが多いので、結果的にお気に入り曲ができがちかもしれません。ついでにお気に入り2020あげるとすると、もちろんやけにインザレインと、あと秘密カルトあたりがお気に入りですかね。他の曲も好きですよ。そりゃあんまり曲リリースしてやんなきゃよかったなって思うことってないんじゃないかなって感じですね。ただハードコアシンドロームに関しては
別の意味でめちゃくちゃ怖かったですけどね。ネタがだだ滑りしたら完全公開処刑だったんで、頼むそこそこ受けてくれって思ってたところはあります。いや、なんだかんだ無事公開されて、無事それなりに受けたんで、ちょっとまあ一安心って感じですね。続けていきましょうか。クズカゴレクイエム、マイマイフィナーレの準ボス曲ですね。まあ準って言ってるのはもっとやべえ立方体がいるからです。曲自体も結構これ大丈夫かな、やばいんじゃないかなって思ってたら、その上を行かれましたからね。まあ許しての時も軽く言いましたけど、いくつかあるトパズボス曲パターンのうちこれが一番ボス曲っぽい感じはしますよね。ガラクタの続編なんでボス曲っぽくないといけないんですけど、それを踏まえた上でもトパズのボスって感じが強いですね。続編って作ったこと何回かありますけど、ガラクタレベルで知名度がある曲の続編ってそうないじゃないですか。もちろん僕も初めてですし、制作費は的なのは結構各所で言ってるんで割愛はしますけど、結果的にまあいい感じにマイマイフィナーレを盛り上げられたんじゃないかなとは思っています。曲は不明はまあなんかジャックさんとかに言ってください。ロング版としてはまあガラクタのロング版を意識して作りつつ、その中盤のレーンの部分をこのアルバムに合う形に変更しました。本当はここもうちょっと詳しく言おうと思ったんですけど、急にこっぱずかしくなったんで割愛します。はい、10曲目です。ハートエクデバク。そんなね、まあアルバムのエモ枠というかエモ枠ですね。この後のビッグヘッドバンギングは割と爆発落ちというか、そんな感じのトラックなので、実質これがラストと思ってください。まあ、もうちょっとドラマチックなトラックにしようってのもちょっと考えたんですけど、それこそ5、6分ぐらいのあえて短めの聴きやすい清涼剤的なトラックにしました。もちろん単体で聴くのもいいんですけども、このアルバム自体通して聴くとグッとくるようにしてるので、できれば通して聴いてほしいなって思います。まあ、ボーカルは Say Hello to Hollowed に続き2回目ですね、赤川ねねさんです。やっぱりこの方アリシャ派のイメージが強いこともあって、日本語で歌ってもらうと結構新鮮に聞こえますよね。と同時になんてか日本語喋れたんだって思っちゃいますね。いや当たり前なんですけどね。この赤川ねねさん、アリシャ派だけではなくて、同じく南由美さんと東京バーベルというプロジェクトもやってまして、そっちはすごい爽やかだけでなくてダークで迫力のあるボーカルですかねという感じで歌われてるんですけども、そっちもすごくいいんですよね。なのでそういった感じのボーカルをいずれお願いしたいなと思ってるんですけども、お願いするたびに爽やかなボーカルもお願いしたいなって思っちゃうんで、全部叶えようってなると、爽やかになったと思ったらダークになって、また爽やかになったと思ったらダークになるみたいな落ち着きのない曲になりそうですよねって思ったけど、これいつも通りですね。次行きましょう。次11曲目です。ビッグヘッドバンギングのアンカットエディション。もうでけえ頭です。さっきも言いましたけど爆発落ちというかそういう感じですね。この曲自体ですね、リファクタリングトラベルとどっちに入れるかずっと迷ってたんですね。でもグッドイブニングホロウッドに収録されてるカオスタイムのアンカット同様、ハッピーエンド大団円って感じを出したかったんでこっちに持ってきました。まあザックバランに言うとカーテンコールみたいな感じですね。もともとこの曲がローンチのボスというか、この後やべえのが来るけどそれまでの暫定的なボスみたいな感じの立ち位置っていうのは分かってたので、ボス曲だけどボス曲すぎないみたいな感じで作った方がいいのかなと思いながら作りました。確かで、その頃ちょうど明るくて速い曲っていうのを作る機会がなかったので、僕の曲でいうおまけのストロークとかカオスタイムみたいな明るくて速くてまあわちゃわちゃした感じの曲で、かつ輪っかに合いそうな感じというテーマで作りました。でまあタイトルはなんでこうなったかと言いますと、なんだっけな、確か制作中にビッグヘッドなんちゃらっていうタイトルにして、ジャケットをクソでかいアフロにしたらバカっぽいなっていう典型が舞い降りた気がします。で結果としてでけえ頭になりました。
いやー、これだけ聞くと全くわけわかんないですよね。じゃあ最後の曲いきましょう。許してリーフリミックス。リーフさんのゲロヤバリミックスですよ。ゲロヤバリミックス。このハートエッグデバッグっていうアルバムがですね、スーパーリリース21というプロジェクトの一環で出たアルバムなんですけど、もちろんその各アルバムにリミックスって収録されるじゃないですか。でそのリミックスがおそらく楽しいメンバーがメインになるんじゃないかなと予想しておりまして、そこら辺を外して意外や意外リーフさんという理由でお願いをしました。もちろん選定の意外性だけじゃなくて、絶対この人にお願いしたらやべえことになるんだろうなって思ってたのが直接の要因ではありますね。いや、結果としてリーフさんの世界観バリバリのリミックスが来たので本当に良かったなって思ってます。すごいなんかよくある表現ですけど、何食ったらああなるんでしょうね。確実に僕には作れないリミックスなので、なんかもうめちゃめちゃ尊敬しちゃいますね。というわけで、振り返ってまいりましたハートエッグデバッグ。ぜひこれからも聴いてやってください。ありがとうございました。バイバイ。